複雑な気持ちになりました。マジでなんか勝手に涙が出てくる。どうしたらいいんだろう。初子チャンネル、今日なんですけど、以前24年ぶりに父親と再会したっていう動画を出したんですけど、ちょっとその時言えなかったこととか、なんか今後のことについてちょっとお話しできればなと思います。なんかお父さんの話をしようと思ったら結構涙もろくなっちゃってすでになんか考えて話そうと思ったらもう撮影する前から涙が出てきてちょっと泣き顔なんですけど、全然悲しかったとか辛かったとかそういうわけではなくて、なぜか涙が出てきてるっていう感じです。今日なんですけど、23年ぶりにお父さんに会いに行きます。顔や声は全く覚えていないので、ほぼ初めましてという状態です。ネットや Facebook、いろんな SNS で父の本名を検索してみました。すると、奇跡的に発見することができました。X で父のアカウントを見つけることができました。そしてドキドキしながらメッセージを送ってみました。連絡先を交換して会いたいと伝えてみました。お父さんはまだ広島にいるらしくて、ちょうど私がフェリーで松山に行く時に広島に寄ったら会えるということで、急遽会いに行くことになりました。8ヶ月前の動画だったんですけど、今月一番多く再生されている動画になっていて、まだ見てないよっていう方はチェックしてもらえると嬉しいです。で、なんか涙が出るって言ったけど、全然再会したことはすごい嬉しかったし、想像してた感じとはもちろんちょっと違うところもありましたけどねやっぱりなんか私がもうアラサーでおばさんだから、もうお父さんも当たり前におじさんじゃないですか。だけどなんかやっぱちっちゃい時のイメージっていうか、勝手に想像してるお父さんが、芸能人の方みたいなイメージだったから、普通におじさんですよねでも背は高かったし、優しくて真面目そうだなっていうのは合ってました。で、その複雑な気持ちになっているところもあって、今までそのお父さんがいたら私はこうだったのにこうだったのにみたいな、その具体的に思ってめっちゃ不満っていうことはあったわけじゃなくて、なんかそれなりに人生を楽しめていたというか、今回お父さんから異母兄弟の話をしてもらって、その自分と血のつながっている兄弟がいるっていうのは、私自身も気になるところはあったから、話してほしくないとかそういうことはなくて興味あったんだけど、異母兄弟が歩んでいる人生を聞いて、自分に父親がいたらそういう人生を送れてたのかなって思うと、なんか今まで我慢してきてた部分の蓋が外れたというか、複雑な気持ちになりました。やっぱり私はお父さんがいたら看護師にはなってなかったなとは思うんですけど、看護師になったことは別に自分の人生にとってめちゃめちゃマイナスとは思ってなくて、むしろ良かったと思ってるからなんかでも、そういうこととか改めて思ったっていう感じですね。異母兄弟にも写真見せる、私一緒に写真撮ったんでお父さんと写真見せるねって言ってくれて、いつか会えたらいいねみたいなこととかも言われたんですけど、こんな感じでなんか私自身が気持ちが整理できてなくて、異母兄弟とか会ってもこんな感じになったらいけないし、
難しいなっていうところもあります。もう過去のことは変えられないから未来をね考えれたらいいなみたいな感じで言ってくれて、実家に来てお父さんの実家に来てもらって、お墓参りとかお父さん側の親族と会ってほしいっていう風には言われてて、私は正直そこまで考えられてなかったから、お母さんの気持ちとかもあると思うし会いたくないっていうわけではないけど複雑な気持ちです。インスタとかも交換はしてて、なんとなくお父さんの日常は分かっているという感じではあります。もう本当に分かんないけど、お父さんのこととかその時話したこととかマジでなんか勝手に涙が出てくる。どうしたらいいんだろう。初子チャンネル。気分転換も兼ねて散歩をすることにしました。お父さんという存在を知らないので、お父さんとこういうことしたいとかそういう気持ちが分からなくて、だから好きなようにしたらって言われるんだけど、そもそもそれも分からないという感じ。会いたいのか会いたくないのかもよく分からなくて、前回はどんな人なのか顔とか見てみたり、自分と血のつながった存在っていうのを正直確認したいっていう、ちょっと興味本位みたいなところも強かったりしてて、お父さんは多分シャイな人だと思うんですよ。会った時は結構会話とかリードしてくれたんですけど、ってなると私から会いませんかって連絡しないと会うってことはなかなかないんじゃないかなと思ってて、だから余計にその自分の選択でなんか変わるのかなとかも思ってたりします。でもう一つちょっとショックというか分かってはいたんだけど温度差をお父さんと感じたところがあって、前回の動画のシーンでもちょっとあったんですけど、広島にはお母さんの兄弟が住んでいるので会いに行ったりとかするから頻繁には行ってて、で昔私が幼少期に住んでいたマンションとかにも行ってて、でそこでよく私のことを可愛がってくれた人とかに会いに行ったりとかもしてて、でそういう話をした時のお父さんのリアクションが結構薄かったというか、多分知ってはいるんだろうけどあんまり思い出がないというか、お母さんとかは結構よくしてもらったとか、私自身も交流が深くてよくしてもらったなっていうところがあったから、あんまり覚えてないのかなっていうところがちょっとショックだったというか、当たり前だけど私にとったらお父さんは一人しかいないけど、お父さんからしたら他に娘とかもいたりとか異母兄弟もいるし、私と過ごしたのはたった3年間で、その後また新しい記憶とかが塗り替えられてて、そんなに細かいところとかは覚えてなくて仕方ないのかなとも全然思うので、めちゃめちゃ気にしてたってわけではないけど、温度差を感じましたね。まだ3歳だったんだ確か。でもマンションには何回も遊びには行きました。何回にも行った。さんとかってわかりますか？なんか聞いたことがあるな。よく可愛がってくれてた人みたいで、初子チャンネル。
もうお父さんのせいとかじゃなくて単純に私の問題。だからコメントとかでは迷惑だろうみたいなコメントとかも来たりとかもしてましたね。連絡は取っていてお誕生日おめでとうとかも来たりしてて、あ、誕生日はちゃんと覚えてくれてたんだっていうのもあったりしてて、必ず LINE のそのメッセージの時に体調には気をつけてねとか一言あったりとかして、気遣いのメールは LINE とかも送ってくれてます。もうこれからなんかどう関わっていくかっていうのは正直わからない。なんか一緒にサーフィンとかしたいなって思ってたし、会いたくないっていうわけではないけど、今後深い関わりになっていく時に、自分だけじゃないというかっていうのもあって悩んでるっていう感じです。でも普通に会いに行ったことは後悔してないし、複雑になる気持ちも含めてそれでも会えてよかったと思ってるし、会いに行けなかったら気づけなかったこともあるし、もっとお父さんのことをそのネガティブな感じで捉えて終わってたかもしれないから、いいけどもうちょっとまた悩みも一つ増えたかなっていうところが正直なところで、今動画をね見てくれた人はあ、よかったねって終わってるとは思うんですけど、いやもちろんよかったねなんですよ。でも裏側では結構その複雑な思いも今抱えてて、ちょっとした悩みもあるっていうところです。同じ状況の方とかいたら、どうやって気持ちを整理つけたかとか、今後どう関わっていくのが正解というかいいのかなとか、アドバイスがあればコメントいただきたいです。はい、最後まで、ご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。